心の泉。皆さん、こんにちは。多くの方がまだお金が足りない、何かが足りないと感じて苦しんでいます。毎日、もっと良い車、もっと大きな家、もっと高価な服が必要だと感じていませんか？この足りないという感覚は、人生において非常に深刻な問題になり得ます。それは、決して満足することができないという絶望感を生み出します。この動画を最後まで見ると、この苦しみから解放され、物質的なものを超えた真の満足感を見つけることができます。ぜひリラックスしながら最後まで見ていただければと思います。ではその解決策とは何でしょうか？それは禅の教えの中にあります。ある一つの物語から学んでいきましょう。昔の大阪、活気に満ち溢れた町の片隅で、紀ノ国屋又右衛門という商人がいました。彼は生まれも育ちも大阪の商家で、幼い頃から商いの世界に身を置いていました。又右衛門は実直で真面目な性格で、いつも明るく振る舞っており、周囲からは信頼されていました。若き日の又右衛門は大阪の大商人の下で働き始めます。彼は朝早くから夜遅くまで働き、商いの基本から学び、熱心に勤勉を重ねました。その才能と勤勉さはすぐに主人の目に留まり、大いに信頼されるようになります。主人は又右衛門をただの下働きとしてではなく、将来の商売の中心として育てようと考えていました。ある日、主人は又右衛門を呼び出し、お前はここでの務めを通じて、商いの才能を十分に示してくれた。そこで、お前に100両の資本を与え、どこへ行ってもよいから、自分で商いを始めてみるように、と言い渡します。これは又右衛門にとって、夢にも思わなかった好機でした。彼は主人に深く感謝し、商いの旅に踏み出す決意を固めます。京都へと向かった又右衛門は、西の東院に小さな店を構え、商売を始めます。彼は、商売は大きく儲けようとするときに、かえって利益を失うことが多い。本当に大切なのは、人々の日常生活に必要なものを提供し、自他共に益することだ、という哲学を持っていました。そこで、日用品である粗紙の販売を選びます。この選択は、人々の日々の生活に深く根ざしたものであり、彼の商売の成功の秘訣となりました。又右衛門は、紙くずを買い集め、それを良質の紙に再加工して売り出します。この粗紙は書簡から包装まで、様々な用途に使われ、大変な人気を博しました。彼の商売は利益が大きく出る商品ではないため、薄利多売になりましたが少しずつ着実に利益を生み出し始めます。又右衛門が京都で粗紙の商売を始めてから3年が経ちました。彼の店は地元の人々にとってなくてはならない存在となり、遠方からもその名声を聞きつけた人々が訪れるようになりました。彼は商売の成功だけでなく、顧客との信頼関係を大切にし、常に公平な取引を心がけていました。その結果、又右衛門は主人から資本としてもらった100両を300両以上に増やすことに成功しました。しかし、又右衛門はこの成功におごることなく、さらに商売を拡大することを決意します。彼は、商売を通じて得た利益を再投資し、顧客との信頼関係も大事にしながら商売を続けました。300両になった日からさらに5年経ったある日、約束の1000両になりました。この成功は、彼の勤勉さと商売への真摯な姿勢の賜物でした。一度の約束を胸に、又右衛門は再び大阪へと足を運びました。彼の目的は、かつての恩師である主人との再会。彼の手には、長い年月をかけて築き上げた1000両が握られていました。彼は深く一礼し、堂々とした声で報告しました。あの時、あなたからお借りした100両をもとに、8年を経て、約束である。ここに1000両をお返しします。この予期せぬ成果に、主人は目を丸くし、感嘆の息を漏らしました。君がこの家で勤めていた時から、特別な才能を感じていた。その期待をはるかに超える結果を見せてくれるとは、本当に立派なことだ。と彼は称賛の言葉を送りました。その後、主人はさらなる挑戦を又右衛門に投げかけます。今、ここに1000両を渡す。これを持って、次は1万両を目指してみなさい。又右衛門は深くうなずき、新たな目標に向かって旅立ちました。厳しい経営の波を乗り越え、ついに5年後、彼は1万両を手に再び主人の元を訪れます。その成果に、
主人はさらなる賞賛を送り、では今度はその1万両で10万両を目指してみせよと新たな挑戦を提示しました。彼は一礼をして静かに息を吸い込み、主人に向かって語り始めました。はじめに頂戴した100両を手がかりに1000両を生み出し、さらにその1000両をもって1万両という成果を築き上げるまでには想像を絶する苦労がありました。しかし1万両から10万両への道のりは前の旅路と比べればはるかに容易に思われます。私は3年のうちにこの目標を達成し、再度あなた様の前に立つことを約束します。その後彼は静かにその場を後にし、次なる挑戦へと身を投じました。そして1万両の目標を達成し、再び主人の前に現れた時、主人の表情には驚嘆と深い尊敬が浮かんでいました。君のこの努力と成果は本当に称賛に値する。しかしながら次はさらなる高み100万両を目指してみてはどうだろうか。彼は一瞬沈黙し、その質問の重さをかみしめるかのように静かにうなずきました。確かにそのように進めば目標を達成することも不可能ではありません。ですがその前に一つだけお尋ねしたいことがございます。あなた様の財産は現在どの程度になっているのでしょう。どれだけの富を築かれたのか、その全貌をお聞かせくださいと彼は問いかけました。主人が実のところ正確な額はわからない、無限に富を増やすことに価値があると考えていると答えると、彼はさらに深く掘り下げて問いました。それでもなおさらに多くの富を求めるのですか。主人は落ち着いた様子で、ああそうだ、今もなお満たされていない、欲しいものは尽きないと回答しました。その言葉を聞いた彼は無言で10万両をそこに置きました。又右衛門は深々と頭を下げこう言いました。人は本来命こそ最大の財産と考えております。故に命なければどれほどの富も意味をなさないと考えています。これまでの奉公はあなた様のご命令に忠実に従ってまいりました。しかし私は今別の道を歩むべき時が来たと感じています。私の中には別の志が芽生えており、それを追求するためここには彼を告げさせていただきます。どうかこれでご理解ください。そう宣言し、彼は重い足取りで主人の家を後にしました。その背中には固く決意した心が宿っていました。その後又右衛門は手に入れた財を親しい人々に分け与え、商いの世界から身を引きました。そして心新たにし、大阪にある名高い大有事の門をはたき、円智坊という新たな名を手にしてお坊さんとしての人生を歩み始めたのです。やがて彼は京都へと旅立ち、そこで質素な案を立て、日々托発をしながら穏やかな生涯を送りました。円智坊としての彼は一つの時世の句を残しています。落ちていく奈落の底覗き民、いかほどよくの深き穴ぞと。京都の龍安寺にある水をたたえた石造りのつくばいに刻まれた禅の言葉に、我ただたるを知るという言葉があります。自然界に住む動物は弱肉強食の世界です。弱い者が強い者に食べられてしまう無情な世界ですが、必要以上に弱い者を食べることはありません。そしてどのような強い者でも最後は鳥や虫に食べられてしまい、大地の一部となります。では人間界ではどうでしょうか。この資本主義で回る世の中も弱肉強食と言えますが、人は動物のように食べ過ぎたら自然と歯止めが効く生き物ではありません。この欲深さの深淵を見た円智坊は、深き欲の底へと落ちゆくその奈落を覗いてみたい、どれほどの深さに我々を引き込むのかと恐れおののいています。又右衛門はこれ以上のお金を持ったとしても命がなくなってしまうと危機感を覚え、円智坊となりました。生きるために生きているのか、それとも生きているのか、ふと私たちに語りかけているのかのようなエピソードです。現代人にとって我ただたるを知るは難しく嫌悪される概念かもしれません。しかしだからこそ私たちは耳を傾け、その意味を深く考えるべきです。貧しい人とは物を何も持たない人のことではありません。また多くを持っている人のことでもありません。満足を知らずさらなる欲望に駆られる人を指します。樽を知り強欲にならないことが私たちの問題や悩みを解決する鍵です。それを実現するためにはまず自分自身を深く見つめることから始める必要があります。満足がなくとも樽を知ろう。
と心がけることで自然と争いや問題もなくなっていきます。お釈迦様はこのように言葉を紡いでいます。たることを知る者は貧困であっても心が広くゆったりとして安らかである。たることを知らない者は富裕であっても心が貪欲に満ちて常に不安定な状態にある。たるを知れば不楽安穏、貧しくなく苦しくなく危険や恐れのない心になれるだろう。そしてお釈迦様は青々と広がる大地から一つまみの砂を取り、人として生まれるというのは大地の中のこの砂粒のようなものだ。だからこそありがたい、今あることが難しいことなんだと感謝を表していました。この意味を深く考えると、樽を知るの真髄は豪華な生活を求めずにすでに十分なものがあると認識し、質素ながらも工夫を凝らして生きていこうという単純なことを説いてるのではなく、無限に満ちた宇宙の流れの中では不足や枯渇など存在しないと伝えてくれているかのようです。我ただ樽を知るというのは、幸運にも人として生まれた今という瞬間に感謝をすること、理由など必要なく自分はただ満たされているということ、今の自分を理由なくただ愛すること、その心から自然と出てくる感情が我ただ樽を知るなのではないでしょうか。少し複雑な話になりましたが、この我ただ樽を知るの教えから一人でも多くの方が自分を愛することができたならば、これほど嬉しいことはありません。もしこの動画の内容が気に入ったら、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。またコメント欄にて皆さんの感想や禅の教えがどのようにあなたの人生に影響を与えているかを教えていただければ幸いです。心の泉チャンネルを通じて皆さんの心に安らぎの泉が湧き出ることを願っています。ご視聴ありがとうございました。平和と愛が皆さんと共にありますように。